今回はシステムキッチンの入れ替えと LDK 内装工事です。キッチンは家族の歴史そのもの。施主様にとっては人生で何度も経験することのできない思いの詰まったリフォーム計画です。しかしこの工事が思わぬ方向に進んでいくことになるとは想像もしていませんでした。へえ、初めて見た。レンチフードの上に。本当だ。水筒だね。ダメだ。ビスが舐めていたのでマルチツールで背板を切り抜いて取り外します。すごい仕組みだね。このキッチンは壁をふかしてステンレスのカウンターが作られています。通常はキッチン本体を直接壁に取り付けるのですが、設けたカウンターの中に配管をし、メンテナンスがしやすいようになっています。解体後にはガス屋さんや水道屋さんが作業を行う予定です。設備機器は完全に無視して強引に切り抜きます。棚の受け材を取り外します。釘はバールで抜かずに切ることにします。無理に抜くと石膏ボードが破損する可能性があるためです。この家の作りは 2x4 です。使われている釘はすべて太くシンプルに組まれています。現在の新築の家はビスとボンドをたくさん使うので壊すときは大変でしょうね。窓周りの解体です。窓下は水が染み込み下地が傷んでいました。ちょっと腐ってたので、窓下だけね、下地をやり替えます。正面のタイルもくっついてくるので慎重に壊します。綺麗とは言えませんが、なんとか外すことができました。窓周りはキッチンパネルを巻き込んで収めます。サッシのアングルピースにきれいにパネルが収まるようにタイルだけをめくります。なんて言っちゃうと。既存の下地を残しながらの部分解体は難しいですね。次に換気扇用の下地を入れるために部分的にボードをめくります。ここまでするともう全部めくってボードを張り替えたい。工期の問題もあるので解体も最小限にします。断熱材持っていたってました。はい。あ、見てこれなんかすごい。めっちゃ細くなってる。窓枠の飛び出た部分を削り下地として利用します。タイルを全部壊すか、この上から合板を増し割りするか。全部取りたくなっちゃうね。取りたくなっちゃうね。タイルだけを一か八かでめくるか悩みます。キッチンを解体後、次は先行で床合板を仮伏せします。指定の位置に水道配管を立ち上げるため、
先に合板を貼る必要があります。今回のキッチンはメーカー施工のため、材料の拾い出しと本体の施工はメーカーの責任において行われます。私たちはその指示に従い、本体を取り付けるための下地工事を進めていきます。コンパネビスで仮止めします。床の収納庫の部分を切り抜きます。どの分野の仕事にも納期というものがあると思います。その仕事に関わる人たち全員がまずは期日を守る必要がある。それでも予期せぬことが起こった場合は、それぞれが臨機応変に動き、常に最善の策を講じる必要があります。1日目、イメージ通りにスムーズに終わりました。水道配管が終わったので床を本打ちします。合板が少し柔らかい感じがしますね。床慣れしそうな箇所はビス止めします。合板下地完成です。次はキッチンの換気扇や照明、自動水栓の電源、電子レンジや冷蔵庫の電気配線工事です。2x4 のお家は天井や壁も隙間がありません。よってリフォームでの電気配線の移動は大変です。電気配線後にタイルとの段差を合板で埋めて壁下地工事の完了です。既存のタイルの上にパネルを貼るので油を落としました。次はリビング側の幅木を撤去します。こちらの床はお施主様が以前 DIY でフローリングを増し張りされました。その際、幅木をつけたまま床材を並べたので、幅木が飲み込まれ、こんな感じになっています。そして、新しい床の表面よりも下の位置で幅木の釘が打ってあるので、引き抜くのが結構大変です。割れちゃう。なるほど。引っ張るとね。無理に幅木を抜くと床がボロボロになり、時間もかかってしまいます。そこで既存床の上場ギリギリで幅木をカットすることにしました。床を傷つけないようにテープを貼ってギリギリを狙います。幅木は壁の中にも入り込んでいました。幅木を取り付けてから壁を乗せるという収まりです。既製品の幅木の幅は6ミリぐらいからせいぜい12ミリまで。壁と床との隙間は最大17ミリ。そこまでの厚みの幅木は存在しないので、無垢材を削り塗装して収めようと思ったのですが、あの部屋に分厚い無垢の幅木は不自然すぎる。そこで既製品の幅木を2枚重ねにして収めようと考えました。塗装の手間と仕上がりのばらつきのリスクを考え、無垢ではなく既製品を選びました。
木工ボンドとウレタンボンドのノズルのサイズが一緒だということを今まで知りませんでした。めっちゃいいじゃん。すっごい年季入ってんね、このボンドの容器。これ何回詰め替えたやろ。もう残ってないもん、印刷が。やばいやばい。クランプでしっかり締めて、村田和特製重ねはばきの出来上がりです。こうなったらどうしよう。わかる？あとはキッチンを取り付けて最終仕上げとなります。お施主様が待ちに待ったキッチン取り付け日。事件が起きました。え？パネルの長さが足りていません。このキッチンは小柄な奥様が使いやすいよう 820mm の高さで注文してあります。どうやら通常の 850mm と思い込んでパネルを貼ってしまったようです。工事はストップ、後日張り替えますと言われたものの、一度貼ったパネルを剥がすとなると下地はボロボロになります。この後の流れを早急に決める必要がある中、メーカーの担当営業さんが病欠で全く連絡がつかない状況が続きました。そして施工途中にもかかわらず養生がとても中途半端。なんとか養生のやり直しをしてもらったものの、その際の職人さんの振る舞いが施主様を悲しくさせるものでした。楽しみだったキッチンへの交換が一気に辛い出来事へと変わり始めました。キッチンパネルは在庫がなく、やり直しの工事は半月後になるとのこと。施主様は引き渡しが延期になってしまうのなら、もうパネルが継ぎはぎになってもいいと、悔しさと諦めが入り混じった複雑な思いを吐露されていました。この後も入れ替わる営業さんや職人さんたちの自分のせいではないという押し問答による不毛なやりとりが続きました。こんな状況ですが、できることは前に進めていかねばなりません。キッチンパネルは全国探せばないわけがないと工期短縮を強く依頼しました。最終的に全体の工事最終日に間に合わせてもらうことができました。工事最終日です。キッチンパネルとの取り合いをきれいに収めるため、はばきの取り付けはこの日まで待ちました。ありがとう。すいませんね。カズさんは今日は挽回のチャンスだと気合を入れていました。迷惑をかけてしまった分、少しでもいい仕事をしようと思ったようです。2枚重ねのはばきはうまく接着されています。分厚すぎずちょうど良いサイズとなり、いい感じです。
窓枠からはみ出るので端部はすべて留めにします。午後2時ごろ、キッチンの職人さんがパネルの手直しにやってきました。当然、めくることはできないので、パネルの重ね張りです。キッチン側の床は新しいので、幅木は通常通りシングルで取り付けます。シングルの幅木とダブルの幅木の取り合いは面打ちで収めます。ピンネイルが詰まりました。カズさんは少しイライラしています。実は工事の最終日、パネルの手直しをする職人さんと一悶着する場面がありました。ミスをしたことに対してではありません。最後の最後まで自分たちは悪くないというスタンスから来る振る舞いや失言に対してでした。壊れたピンネイラもカズさんの怒りもどちらもマックスです。まあそうは言っても元請けであるカズさんが一番悪いんですけどね。時間はありません。作業を進めます。いつか張り替えることを考えて、この床はボンドや釘で固定されていません。つまり床が不陸の状態なので、留めがなかなか合いません。ダメか。ダメならダメっつって。ダメ？ここの高さがもうちょっとか。合ってないっていうだけで角度は合ってる気がする。この子をもうちょい切ったるといい感じか。床が浮いた状態で幅木を取り付けると、後で隙間ができてしまうので、できるだけ押し付けながら取り付けます。カズさんはこの微妙なズレが気になるようです。苦労する先だっただけだったんだな。私は肘に張り付いているテープがずっと気になっていましたが、本来はクロスを貼る前に幅木を取り付けた方が楽なのですが、キッチンパネルとの取り合いがあり、このタイミングで取り付けることになりました。リビングは私とカズさん、時折施主様、キッチンの職人さん3名、キッチンメーカーの監督さん、そして材料屋さんが入り乱れ混雑しています。ミスは起きない方が良いですが、たくさんの生身の人間が関わっている以上、ゼロにすることは難しい。肝心なのはミスが起きてしまった時に、関わる者たち全員でリカバリーに注力することだと思います。そして私たちはこの教訓を生かすチャンスがこれからもありますが、お客さんにとってはチャンスはそうそうやってきません。それを忘れずにいなければと思います。夕方、無事に職人さんたちがキッチンパネルの手直しを終えてくれました。最後にパネルとの取り合いの箇所に幅木を取り付けて完了です。夜7時を回り、養生をめくり、なんとか生活できる状態に持っていくことができました。
いろいろありましたが、細かい部分の仕上がりも良く、職人さんの腕が悪かったわけではありません。そしてキッチンそのものの作りも良く、信頼できる品質です。これからの家事が快適になったら嬉しいです。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。